どうも、おりです。今回いただいた質問が、包丁を新しく買って使ったら薄膜のようなものが出てきました。これは一体何ですか？拭いても取れません。綺麗にするやり方はありますか？ということなんですけど、先に結論、その薄膜の正体は防静剤です。で、おっしゃるように拭いても取れない、なかなか取れないものなんですよ。なんですけど、あるやり方をすれば綺麗にね、取ることができますので、今回はその防静剤の取り方についてお伝えしていきます。では早速、今回のテーマは防静剤の取り方ではあるんですけど、じゃあその防静剤を取ってしまったら錆びやすくなるんじゃないのってね、思った方いると思います。もちろん錆びやすくなってしまいます。だから錆びにくくする方法っていうのもいくつかご紹介します。で、もし錆びてしまった場合の簡単に取るコツっていうのもお伝えしますので、ぜひ今回の動画最後まで見てください。それでは早速いきましょう。まずこの動画をご覧いただきたいんですけど、こちら実際にこの包丁を使ってたら、研いでたらこのように薄膜のようなものが出てきました。出てきたというよりも正しくは薄膜が剥がれ落ちてる状態ですね。で、新品の包丁、特に鋼の包丁、錆びやすい鋼の包丁ではこれがありがちなんですけど、見てる人でもこのような状態になったことある人、経験したことある人多いと思います。で、こうなってしまった時、ちょっとね、焦る人はいると思うんですよ。なんか包丁に問題があったんじゃないかとか、これって大丈夫なのってね、思う人いると思います。で、結論で言った通り、この薄膜の正体ですね、これっていうのは防静剤です。この防静剤っていうのは結構強力な膜を張るようなもので、ビニールとかって言われたりするんですけど、そのようなものがその出荷前にですね、それを包丁の表面に塗ってで出荷するってケースが多いです。もちろんこれを塗ってるとこ塗ってないってとこはあるんですけど、もし塗ってあった場合、今回の質問者さんのように塗ってあった場合はこのように使ってるうちにだんだんとそれが剥がれてこのような状態になってしまいます。で、この膜っていうのは本当に強力で、拭いても取れないし、お湯とかでかけても取れないし、もちろんその研ぐ面っていうのは取れるんですけど、研がない、砥石に当てない面ですね、峰とか平とかその裏の方っていうのは取ることができないので、今回はその取り方ですね、早速紹介していきます。では落としていきます。まず使用するもの、有機溶剤と言われる、例えばシンナーとか除光液。除光液っていうのはマニキュアとかを剥がすそのリムーバーですね、エナメルリムーバーとか言われるものがあるんですけど、そういったものを有機溶剤って言います。シンナーの場合だと塗装してあるとことか油分だったりとか、シール剥がしのそのネチャネチャですね、それをきれいに剥がしたりとか、そういった時に使用されるものがシンナーです。で、そのシンナーや除光液っていったもので、この防静剤っていうのはもう一瞬で取ることができます。で、取り方っていうのは今動画で流れてる通り、ティッシュか何かにその液体をつけて、で、包丁にね、軽く滑らせることでもう簡単に取り除くことができます。はい、ということでこれが取り方なんですけど、これがあったらこうやって簡単にできるよって話で、やっぱりこれってね、なかなか持ってる人、家庭で持ってる人っていないじゃないですか。もちろんホームセンターで簡単に手に入るようなものなんですけど、やっぱりね、それが持ってない、めんどくさいって方に関しては、包丁をもしお店で買うのであれば、そういった薄膜がついてるかついてないか、ちょっと見た目ではわかんないんですけど、お店の人に聞いてね、ついてるかついてないか知ってると思うので、もしついてる場合はこれ取り除いてもらっていいですかとかで、購入後も使っててその薄膜が剥がれてきたって分かって、これ綺麗にしたいなって思ったら、その買ったお店ですね、そこに行けばおそらくね、綺麗に取ってくれると思いますので、ぜひね、このシンナー買うのめんどくさいよって方に関してはそういうことをしてみてはいかがでしょうか。でも本当にこのシンナーはいろんな場面、いろんな生活面で使えることもなくはないので、全然高いものじゃないですので、持っておいてもいいと思います。特にね、シール剥がしでは僕はめっちゃ使ってます。はい。今回の一応質問に対しての内容は以上なんですけど、今から錆びさせない方法、やっぱりその防静剤を取り除いてしまうと、もちろん錆びやすくなります。だから錆びにくくさせるためにはどうしたらいいか。で、もし錆びてしまった場合ですね、その時の簡単な取り方っていうのがあるので、それをお伝えしていきます。ではまず錆びさせない方法。もうこれ結論を言うと、日常使いでは使ったら拭く、使ったら拭くっていうその癖をつける。これっていうのは錆びやすい鋼のものだろうと、錆びにくいステンレスのものだろうと、このね、使ったら拭くっていうのはもう全員に共通してやってほしいんですよ。なぜならステンレスでも錆びるからです。錆びないってわけではないので。このステンレスでもなぜ錆びるのかで、そもそも錆びとは何なのかに関しては以前の動画で上げたので、そちらご覧いただきたいんですけど、とりあえずステンレスでも錆びます。だからこのどんな包丁であろうと拭く癖っていうのはつけてほしいです。で、料理が終わったら、包丁の切り物作業が終わったらもちろん拭いて、で、完全に水
水滴がなくなるまで拭いてください。要は仮拭きと本拭きをしてほしいんですね。湿った布巾で拭き取っても絶対水滴残ったままなので、本拭きで乾いたティッシュなり乾いた布巾なりで確実に水分水滴を取り除いてください。でここからは鋼の話になります。ステンレスはもうこれでももう十分です。これで基本的にほとんど錆びにくくなります。で鋼の包丁はそこまでちゃんと拭き取ったら基本的にそんなすぐ錆びるわけではないんですけど、やっぱりしばらく置いてたり、あと梅雨の時期とかですね、湿度が高い時っていうのはもう置いてるだけでも錆びやすくなります。だからできれば鋼の包丁っていうのは油ですね、表面をコーティングして酸素に触れないようにして錆びにくくさせるっていう方法を取ることをお勧めします。僕はやってます。僕はこういった錆び止め油っていうこういったね商品があるんですけど、これ金属専用、刃物専用の油です。すごいサラサラした油です。よく椿油とかもそのような分類ですね。すごくサラサラした油です。こういった油持ってない人に関してはそのサラダ油とかごま油とかオリーブオイルとか調理用の油ですね、そういったのでも一応コーティングって意味ではできるので錆びにくくはなるんですけど、やっぱりベタついたりとかちょっとね匂いが気になったりとかするので、もしそれが気になるようであればこういった刃物専用の油、あと椿油っていうのもぜひおすすめします。概要欄貼っておきますので。で保管方法に関しては、もし結構しばらく保管する場合とか、どっかに持ち運ぶ、どっかに郵送で送る研ぎの依頼を出すとかって場合は、包丁の包み方っていうのがあって、その包み方簡単にできるもう手作りの鞘ですね、その作り方動画も出しましたので、そちらご覧いただきたいんですけど、要は長期的に保存する場合は新聞紙とか、あと防水紙っていうちょっと専門特殊なものがあるんですけど、一般的に手に入りやすい新聞紙で十分です。新聞紙でくるんであげるとより錆びにくくなります。でもう一つ錆びにくくさせる方法を紹介すると、これはプロの料理人さん、プロのお寿司屋さんとかが結構使用してるとこ見かけるんですけど、ラップラクンっていう商品があります。これっていうのは錆びさせにくいその液体を作って、そこに包丁をもうぶっこんどくっていうねものなんですけど、これっていうのはいちいち包丁を拭くのが手間だとかで、包丁棚にもなるので、すぐ取り出しやすいとか、そういったメリットあるので、これっていうのはプロの料理屋さんで使われてたりします。一般の方でねこれ使ってる人っていうのは聞いたことないんですけど、一応紹介しておきます。こういったものもあります。あともう一点伝え忘れてたのが、そもそもなんでそんな強力な防静剤をつけてるのって話なんですけど、この油ですね、この錆び止め油でもいいんですけど、これって長期的には向かないんですよ。どうしても乾いてくるんですね。さすがに数ヶ月1年とか経ってくると乾いてきたりちょっとベタついたりしてきますので、その長期的にですね、やっぱりお店ってその包丁をね在庫するじゃないですか。だからその在庫してる途中で錆びられたらもう困るじゃないですか。だからその強力な防静剤を塗ってることが結構多いです。では次、最後のテーマです。錆び取りのコツをお伝えしていきます。この錆びっていうのはレベル限度があるんですけど、もう錆びが深く進行しすぎたもう錆び錆びのものはさすがに無理です。今から言う錆びっていうのはもうほんとちょっとした変色とか擦れば取れるような錆びです。そういった錆びについてお伝えしていきます。でそもそもなぜこの内容をお話ししたいかと思ったかっていうと、日常使いでちょっと錆びてしまったって人はもちろん、他にもよく砥石で研ぐ人ですね、人造砥石ではあまり見かけないんですけど、よくあるのが天然砥石ですね。天然砥石って錆びやすい天然砥石があるんですよ。研いでいくうちにだんだんね包丁が変色していくんですよ。これで結構悩む方多いと思います。僕もすごく悩んでたし、そういったご相談かなり寄せられるので、この天然砥石っていうのは今回は研いでる途中に変色してしまったりとか、人造砥石でも長時間研ぐとさすがにね変色したりしてきますので、よく研ぎをされる方に関してもすごく聞いてほしい内容です。ではその一例として、これも天然砥石で研いで実際に変色したものがこちらなんですけど、このように黄色く酸化してますよね。天然砥石っていうのは研ぎ始めてすぐこうなるやつは本当になりやすいです。でこうなった場合、じゃあどうするかっていうと、今からやるのが、これもティッシュをね適当に折って、でその出た研ぎ汁、研ぐそとか研ぎ汁っていうんですけど、それをティッシュにつけて、で平らな場所に包丁を置いて、その変色した部分を軽くこするともうすぐ取れます。実際にこれをすることで表面もね綺麗になるので、普段包丁を研いでる時もこれぜひやってみてください。注意点としては、粗砥石、粒の粗いものでやるとすごく包丁を傷つけてしまうので、ちょっと細かめですね、中砥石以上のものでやることをお勧めします。ただ表面の包丁を使ってる人っていうのはもうこれ絶対やらないでください。表面の包丁に関してはもう錆びさせない努力をもう頑張ってください。そもそもその表面の包丁ってその普通のと比べて錆びにくくはなってます。なんですけど、さすがに手入れを怠ると錆びてきますので、
鏡面の包丁を使ってる方は、錆びさせない、その予防っていうのを徹底してください。で、今言った取り方っていうのは研ぎ汁での取り方であって、砥石持ってない人もいますよね。そういった方に関しては、どうしてもその紙やすりとかそれ用の消しゴムっていうのがあるんですよ。錆び取り消しゴムとか、そういうのがどうしても必要になってきますね。はい。なので僕がおすすめしたいのは、もし砥石持ってない人いたらね、この機会に砥石をね手に入れてみてはいかがでしょうか。すっごく楽しくなりますよ。はい。ということで今回のテーマは、砥石を持ってない人は砥石を買えってことをお伝えしたかったです。ありがとうございました。はい。ということで終わります。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。